回は音楽の秋にちなみまして、私が好きな映画の中でも音楽が出てきて、それにホラー要素やミステリー要素が入っているもの3つお話しします。あらすじのお話をする際に、起承転結のうち私の基準でだいたい章のあたりまでお話しします。結末までは話しません。ではスタート。1つ目はデビルズ・ソナタです。現代はザ・ソナタ。フランスとイギリスとロシアとラトビアの合作映画で、監督はアンドリュー・デズモンドです。日本では2020年に公開されています。ジャンルはホラーで、あとミステリーやちょっとスリラー要素もあるかなと思います。ではあらすじなんですけども、主人公はバイオリニストのローズ・フィッシャーです。彼女は若き天才と将来を期待されています。ある日、ローズがレコーディング中にマネージャーであるチャールズ・ベルネが彼女の生き別れになっていた父の訃報を伝えに来ます。2人は交渉人に会って遺産の話などをします。そこでチャールズはローズの父がかつて一世を風靡したリチャード・マーローであることを知りました。もしマーローが姿をくらまさなければ、クラシック界の救世主になっていたであろう偉大な作曲家でした。その場でローズは交渉人から不動産の権利書、マーローが住んでいた屋敷の鍵、そしてローズ宛ての手紙を受け取ります。ローズは明日にでもマーローの屋敷へ行くことを決めますが、チャールズはまだレコーディングが終わっていない、次のコンサートへの影響が出ると言って引き止めます。またローズの父が有名なマーローであったと、なぜマネージャーである自分にすら話してくれなかったのかと問い詰めます。ローズはレコーディングは延期するし、父については自分と母を捨てたマーローの名声を使いたくなかったと言って反論して、2人は言い争いになります。でそのままローズは押し切って、翌日一人でマーローの屋敷があるフランスの田舎町へと向かいます。式にはマーローが亡くなる間際まで作曲していたバイオリンソナタ作品54と題した楽譜があって、楽譜には謎のシンボルが演奏記号のように4つ記されていました。ローズは町に残してきたチャールズに電話をして、昨日は言い過ぎたと謝って、チャールズは理解を示します。それで和解した2人はマーローが残した楽譜の謎を一緒に追っていくことになります。チャールズは音楽界のつてを渡って、マーローが世間から雲隠れする前に親交があったらしいビクトルという男性になんとかたどり着きます。ビクトル、そこでビクトルに楽譜のシンボルについて何か知らないかと問うと、それは19世紀に存在したフランスの秘密結社が作ったもので、それぞれのシンボルに意味があり、すべて組み合わせると闇の騎士団の紋章になることを教えてくれました。闇の騎士団っていうのは、音楽には平和と秩序をもたらす力があって、本物の魔力さえあると信じていて、楽譜を一音もたがわずに正しく演奏すると悪魔さえ呼び出せると信じていて、音楽こそ悪魔とつながる唯一の手段であると主張していたらしいんです。マーローはこの騎士団の思想に傾倒していたらしく、このことを知ったチャールズはローズが一人で滞在する屋敷へ赴き、2人は合流してさらに謎を追うという形で物語は展開していきます。日本語のタイトルにはあからさまにデビルズとついてますが、現代のザ・ソナタがしっくりくる映画だなと個人的に思います。
登場人物はローズとチャールズがメインで、後の人たちは遺産の話をする人だったり、マーロンの知人知ってるから紹介するよっていう人だったり、そういった役割が終わったらもう出てこないので、ややこしい人間関係のあれこれとかないのもシンプルですし、ストーリーも楽譜に残された謎を追うという一点で淡々と進行していきます。派手な驚かし要素はほぼないですし、過激な描写も直接的には出てこないです。でもじわりじわり不穏なものがにじり寄ってくる、そんな雰囲気が、舞台がもうほとんど屋敷とかその屋敷周辺の森なんですけど、そういうのが持つ厳かな佇まいと合わさって、現代なんですけど現代とはちょっとかけ離れた上品なゴシックホラーという印象でお気に入りの作品の一つです。2つ目はグランドピアノ、狙われた黒鍵。現代はグランドピアノ、スペインとアメリカの合作で、監督はエウヘニオ・ミラ。日本では2014年に公開されました。ジャンルはスリラー、サスペンスかと思います。ではあらすじです。主人公は天才ピアニストのトム・セルズニック。彼は過去に演奏を失敗したことがトラウマになってステージから遠ざかっていました。トムの恩師であるパトリック・ゴーダルーの追悼コンサートが開かれることになり、トムの妻で女優のエマに説得されて、やむなく5年ぶりにステージに立つことになります。会場に向かうまでに飛行機がトラブルにならないかななど考えますが、無事会場に到着してコンサートのために用意されていたピアノの調律もバッチリということで、ステージの幕が上がり、トムは楽団とともに演奏を始めることになります。ふと楽譜を見ると、赤い書き文字で音符を一つでも間違えたら君を殺すのメッセージがありました。そしていたずらではないと示すように、トムの手元を赤い照準が狙っているのが分かりました。動揺を隠せないまま譜面をめくると、そこにも助けを読んだら眉間を打ち抜くと脅迫のメッセージがありました。さらに演奏は進み、譜面をめくるとメッセージも続いて、妻の命も狙われていると知ります。なんとかしなくてはと懸命に模索するトム。果たして犯人の目的とは、トムとエマはどうなってしまうのかという始まりです。この作品のお気に入りポイントは、音楽がいい、イライジャ・ウッドがいい、こちら2点です。コンサート中っていう設定なので、基本的にトムと楽団が演奏する音楽がずっと流れています。この音楽がとても好みです。主人公トムはイライジャ・ウッドが演じています。彼は撮影が始まる前からピアノの練習を始めて、ほとんど代役なしで演奏したと何かの記事で見た記憶があるのですが、その回あってか不自然に手元が映らないとか、そういった違和感がなく、そこも良かったです。演奏も素敵なんですが、役自体がイライジャ・ウッドにとっても合ってるなと思っていて、そこも好きなポイントです。主人公はトラウマ持ちで不安そうな表情を多々するんですが、飛行機が物語の冒頭ですね、飛行機に乗っているシーンで、飛行機が落ちると心配しているのかいと隣に座っている人に声をかけられるぐらい不安そうなオーラを出しているとこから始まります。で、そんな不安そうな気持ちを抱えたまま空港に着いてしまって、でそこから迎えに来ていた車に乗って会場に向かう間も、
電話越しにラジオに出演する仕事があったみたいで、ラジオの人からまた演奏中に詰まったらどうしますかとか、これを機に華々しく返り咲くチャンスと思いますかとか、じゃそういう質問されたり、会場に着いたら楽屋にトム・ミスタッチ様といたずら書きされた紙が貼ってあって、もう結構序盤でもう見てる側もこうハラハラっていうか、そのトムが主人公が心配でハラハラする、そういったハラハラを感じて、でそんな目に遭いながらもなんとかトムはステージに上がったにもかかわらず、さらに窮地に追い込まれる。もうここで非語欲は限界突破になります。もうすごいイライジャ・ウッドがの不安そうな演技がうまくて、見てるこっちも本当に心配になります。この設定は結構挑戦的な状況設定だなとは思います。シチュエーションスリラーっていろいろあって、なんでこの状況なのかっていう設定に、どれだけ説得力を持たせるかっていうのも大事な要素かなと思うんですが、その点ではちょっとポプテピのそんなんなっとるやろがいっていう例の画像が、ちょっと脳をよぎるかなっていうのはあります。あくまで、この状況になってしまったが前提にあるので、それを楽しめる方におすすめかなと思います。脚本を書いているのがデイミアン・チャゼルです。セッションやララランドの監督・脚本を手掛けているんですが、セッションに出ている J.K. シモンズがとても好きな俳優さんなんですけども、ドラマのクローザーで演じている役が今まで一番お気に入りだったんですけど、セッションでの役も魅力的だなと新たな一面を見せてくれました。イライジャ・ウッドといい好きな俳優さんが素敵な役を演じる映画を撮ってくれる監督なので、これからも期待しています。3つ目はノクターンです。現代はノクターン。アメリカ制作で監督はズ・クワーク。2020年に配信された作品です。ジャンルはホラーです。あらすじです。主人公はジュリエットという女の子です。ジュリエットには双子の姉ビビアンがいます。2人はずっと一緒で、2人一緒に寄宿制の音楽学校に通っていますし、卒業後の進路も一緒の名門ジュリアードに行こうと受験をしますが、ビビアンのみ合格をしてジュリエットは落ちてしまいます。他の大学を受験しなかったジュリエットは1年浪人することになってしまいました。ジュリエットの方が先にピアノを習い始めたのに、今や誰の目から見てもビビアンの方が上手だと姉ばかり注目されて、日常生活でも気になる人はビビアンの彼氏になってしまい、プライベートでも姉の影に隠れてしまうような日々でした。ジュリエットは自分の方が努力しているはずなのに、なぜビビアンばかりと嫉妬心を募らせて偉大になりたいと野望を抱くことになります。この学校では卒業式に選ばれた生徒による発表会があるのですが、今年のソリストを務めるはずだったモイラという学生が教室の壁に謎の記号や文字を刻み込んで窓から飛び降りてしまうという事件が起きました。そのため改めてソリストを選び直すオーディションが開かれることになるんですけども、その話をジュリエットとビビアンの彼氏と、共通の友人たちと話している時に、そのオーディションには名門ジュリアードのスカウトマンが来るっていう話題になります。ジュリエットは何としてもスカウトマンの目に留まるためにオーディションに出ることを考えます。
そして、ひょんなことからジュリエットはモイラが書いたと思われるノートを拾います。そこには、我を受け入れる者には栄光が待つ、その道はこのノートの1番目から6番に書かれているの文章がありました。ジュリエットはノートを手元に置いたままオーディションに挑み、という形で物語は始まっていきます。怖いシーンもあるんですが、全体を通してもどかしかったり、ちょっと切ない気持ちになるホラー映画です。このジュリエットが拾ってしまったノートが、モイラっていう学生が書いたと思われるノートで、このモイラって子がめちゃくちゃうまいけど、学校の同級生とかからはめっちゃうまいけどちょっと変わってるとか、マットモイラっていうあだ名で呼ばれてたりとかして、ちょっと不気味な存在っていう風に思われてたっぽくて、でそんな彼女が書いた不思議なノート、それをジュリエットが拾ってしまう。でそこがちょっともう悲劇の始まりなのかなって思います。でそれプラス、ビビアンの指導教員ですねが、ビビアンとジュリエットの技術は変わらないって言ってきて、でもビビアンは悪魔が追ってくるように演奏するし、ビビアンより上手かったモイラは悪魔が横に立っているようだったって、ジュリエットよりも評価されてる生徒、ジュリエットが気にしている生徒を褒めるときに、そういう悪魔っていうワードを口にしたことで、ジュリエットの中で悪魔の存在を意識よりしていってしまって、悪魔との取引をより鮮明に意識してしまったのかなって見てて、そっちに行っちゃうんだって思いました。ジュリエットほどではなくても頑張ってるのに認められないとか、思ったように結果が出せない、そういう劣等感をやっぱ抱いたことが自分もあって、なので見ててすごく感情移入してしまって、でもジュリエットの気持ちもわかるけど、いやでも、第三者の位置から見ると、いやそれはやばいみたいな、そういう2つの気持ちで楽しめてっていうか、のめり込んで見れた作品です。なのでもう一回頻繁に見たいかって言われるとそうではないんですけど、一回見た時のインパクトがすごく強い作品だったので、お気に入りの作品の一つです。結構えぐってくるので、ノクターン見てみようかなって思ってくれた方はぜひ元気な時に見てみてください。落ち込んでいる時に見ると本当にズーンってなっちゃうと思うので、元気な時にぜひ見てみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね。